去年は表の彫刻紹介しましたけども、中にも私の先生の佐藤千鶴先生の、銅像があります。足を組んだ女、組んでないですけどね、足をクロスした女ですねの彫刻です。はい、中見てみましょう。世界動物環境会議ですね。入ってみましょう。すごいですね。子供の絵がいっぱいあります。もう壁に収まりきらないんで、たくさん吊るしてあります。でこれは今年いっぱいですね。今年度いっぱい、宇部の小学校の、ワークショップで子どもたちが描いた絵です。約800人の子どもたちが描いてくれました。でこの人たちは自分たちが動物になりきってで環境の問題を考えてみようという、そういう試みですけれども、まず自分自身がある動物になりきるんですね。でそのために自分が何になったかっていうのを絵にしています。見てみるともういろんな動物があります。普通小学生に何の動物になりたいっていうと、自分が飼ってるペットかせいぜい動物園でよく見る動物を言うんですけれども、ここにはもうセイウチもクリオネもいるし、もうクジラのクロちゃんとかですね、もういろんなのがいます。クラゲもいますね、カニもいます。カニなんかすごいですね、泣きながら「クソ悲しいです」とか言ってます。でしまいにはピストル持ってたりするんですけども、中には結構怒ってるのがいっぱいいますね。メンダコのニャニャも随分悲しい、口をしてますね。でみんな環境を憂いているわけですね。なんとかしなきゃっていう気持ちがいっぱいです。でそれぞれに、自分がなりきった動物の目から、地球を見てる、そういう絵ですね。でこっちから見てみましょう。すごいですね。もう所狭しです。これが上の小学生の、描いた絵ですね。で彼らは絵を描くばっかりじゃなくて、こういうふうに動物新聞というのも作ります。そうするとここでいろんなことが書かれていて、町の問題とかお願いポイ捨てをやめてとか、CO2 軽減とかですね、難しいことは知ってますね。それはイルカが言ってるわけですけども、こういう非常に具体的な気づきとか注文とかそんなのがありますね。で、ゾウママのルールを守ってって、ここにありますけれども、ゾウさんというのはとても賢い動物なので、このゾウのママがいろんなルールを作るからそれを守りなさいということを言ってるわけですね。はい。こういうふうにそれぞれが学んだことを文字にし絵にして発表して、そして行動しようというふうに思っているわけです。ここでこの主催者を紹介したいと思います。はい、イアンさんです。こんにちは。毎年毎年ご苦労様です。で今日は今年どうだったかということをちょっとお聞きしたいと思っています。これはインストラクターの、パネルというふうに聞いてますけども、結局どういうふうにしてインストラクターを決めるんですか？宇部のプロジェクトなので、宇部の市民の人がこの活動に興味がある人が手を挙げて、でそういう市民の方々にインストラクター養成講座というのを開催しています。でこのパネルは全てインストラクターの人たちがそれぞれ、今年の活動成果を報告したものなんですね。だからデザインもバラバラですし、
いわゆるそのデザイン会社が統一感、見栄えがよく作るっていうことはあえてしてません。むしろその方が個性が見えるし、読んでもらえるんじゃないかというふうに彼らなりに工夫して作ったものですね。でこれはインストラクター養成講座をやっている木村さんのパネルで、このプロジェクトの要素、ポジティブ言葉で対話ができて子どもを認め力を引き出す人材を育成すると、そういう気持ちで対話の力ですね、どうやってキャッチボールをするかというのを、彼女なりにこの活動の趣旨を発展させて、そしてこういう人材育成プログラムそのものも市民の人が開発しています。で今こういうふうにで今年も20人ぐらいのインストラクターが現役インストラクターとしてこの活動に参加しています。はい、で子どもたちの反応はどうですかね、最近は。子どもたちの反応はですね、いいですよ。やっぱし、動物の写生をしているわけじゃないので、あえて動物キャラクターっていうのを作って、そのキャラクターのバックグラウンド、どういう人生を歩んできたかとか、そういうところまでも想像させるワークがあるんですね。でなので、子どもたちは素直ですから、生き物に感情移入して、そしてその生き物が今どういう生活をどういう環境で生きているのかっていうことをもう今探究学習で調べていくんですね。そうするとふつふつと怒りがこみ上げてきたり、人間に対して言いたいことっていうのがすごくくっきりと今年は表現されてるんじゃないですかね。あと自分たちがどうしなきゃいけないということもね、考えますよね。で今年この宇部でのプログラムの特色は常盤動物園という動物園があるんですね。で今年も白手テナガザルだとかですね、カワウソだとかニホンザル、人間は共生できていませんから、彼らの悩みを聞いて、で彼らの身になって人間たちに訴えたいことを訴え、でその後人間に戻って彼らの気持ちが分かる人間として何ができるかなっていうのを考える、こういうのが常盤動物園でのワークですね。これもだいぶもうこなれてきたことなんですね。そしてこれはもう宇部では6年間続けてるんでしたっけ。6年間やってますね。であともう一つ最近本を作ってるっていうことで、もうそろそろできるんですよね、確かね。そうですね、それは先生との合作ですけども、あそこちょっと見てみましょうか。その紹介もされてるようです。はい、これはSDGs をテーマに動物たちの目線で語られている本なんですね。でここにたまたま展示されているのはその15番目の陸の生き物ということで、主人公は白手テナガザルですね。でちょうど今お話にあったようにこの動物園にも実際にいるんですけども、で彼が森の中でですね、久しぶりにふるさとに帰ってきたら、その腕を使って枝から枝へ飛んでいく彼独特の才能が発揮できなくなっていると。でそれは全然枝のない木がいっぱい植わってるんですね。で一体これは何だっていうふうに気がついて見てみると、それがいわゆるパームオイルを取るための木だということを知らされます。でこんなことをされたんじゃですね、森が死んでしまう、自分たちも生きていけないということで、とても落胆するわけですね。人間はそんなことを知ったことじゃないですから、ここで取れたパームオイルを世界中で使っていろんな食品の加工に使ったり、シャンプーとかですね、油にしているわけですね。その結果どうなっているかということを、動物目線で語っていると。これが1からずっと17まであって、で最後にもう1個18番目というのを付け足しているという非常に面白い本で、その18番目が一体何なのかっていうのはぜひお買い求めいただいて、読んでくださいということですね。この活動っていうのは、今のところ山口県の宇部を中心にやってますけれども、
イアンさん、これは日本中につなげるという、あるいは海外にも展開するという可能性を持ってるわけですね。そうですね、今年度は奈良の広陵町とかですね、あと静岡の富士市とか、あと東京も品川、あと三鷹、武蔵野、あと北海道も今年北海道はですね、丸山動物園さんとすごいすごい、はい、協力をいただいて、札幌で動物会議が始まったりとかしてます。あとですね、我々のメンバーにですね、やっぱしこの日本の子どもたちのやっぱ対話力が低いとかですね、そういうことにすごく問題意識を持っている方が僕らのメンバーにいまして、で彼女はやっぱし日本の子どもと海外の子どもたちをつないで、それで、要は海外の子どもたちのその子どもらしく生き生きとはつらつとしている、そういう子どもたちと日本の子どもたちを対話させることで、日本の子どもたちをちょっとアップデートすると、こんな会議を4年間ぐらい続けていて、ミャンマー、モンゴル、タイ、インドネシアで今年はスリランカも素晴らしい始まったみたいですね。これはもう地球的なテーマですからね、はい、ここを中心にどんどん広がっていくことを期待したいと思います。はい、ぜひうちでもやってみたいという人がいたらですね、声かけてください。ご紹介します。では今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。